った勇者は大陸の東に向かいます。橋をいくつか越えるとマイラの村に到着しました。小さな村ですが露天風呂もある風光明媚なところです。お風呂の横にお姉さんがいたのですが、なんと20ゴールドを支払うことでパフパフをしてもらいました。村の人の話ではマイラから南にある島に渡るとリムルダールという町があるそうです。噂では鍵を売る店があるんだとか。だとするとこの町にある扉の中の人はどうやって入ったのかな。続いてマイラ周辺で出現するモンスターのご紹介です。一体どんなのが出現するんでしょうか。マイラの村から西に向かうと祠がありました。中にいるおじいさんから銀の盾ごとを持ってくれば勇者と認め雨雲の杖を授けると言われました。能登の洞窟の石板に書いてあった三賢者のうちの一人のようです。ガライの町の南にある岩山に洞窟がありました。今までに会ったことのないモンスターもいて苦労しましたが、アイテムをいくつか入手できました。リムルダールという町を目指してマイラの村から南に向かうと毒の沼地に洞窟がありました。中を進んでいくとなんとなくローラ姫の気配が。しかし扉が開けられなくて確認することができません。仕方ないので先に進んで反対側の階段を上り地上に出ました。の洞窟を出てリムルダールを目指す勇者。ちょっと勇者なのに何やってんの。いきなりぶち切れてくるジジイが。次回作は絶賛制作中。チャンネル登録をしてお待ちください。おまけまで見ていただきありがとうございます。僧侶のリサです。今回も制作中にエンカウントした変なモンスターたちをご紹介していきます。魔法使いは人間ということもあってかなり作りやすかったです。オリジナルは横幅があるキャラクターなのでカットマンの指示を入れていたところ圧がすごいおじさんたちにエンカウントしました。レーダはとても苦労しました。一つ目で足がたくさんあって紫の頭で宙に浮いててなんていう生命体はベースになる生き物が思いつきません。特徴も多いためそれらしきモンスターにエンカウントするまで
かなりの数のプロンプトを試すことになりました。大変でしたが、想像していなかったようなモンスターに出会えるのもこの企画の醍醐味かなと思ってます。ちなみに大サソリも作りましたが、あまりに恐ろしい姿なので視聴者さんの平和を守るため公開は自重しました。なんとか可愛い見た目にしようと頑張りましたが、虫系は閲覧注意もさせられそうにありませんので、その点ご容赦ください。最後まで見ていただきありがとうございました。次の回もお楽しみに。チャンネル登録をしてお待ちください。